はい、水亀座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の皆既日食から4月末までの流れをタロットでもう少し細かく深掘りしてみたいと思います。前回ね、4月、5月、6月の3ヶ月分の流れをお伝えしたので、これからの流れがなんとなくわかると、今という時間をより具体的に豊かに過ごすことができますよね。ですので、今回は4月にちょっと集中してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。戦車逆ワンドナイト、ペンタクルスの10とワンド8、ペンタクルスエース、ソード4逆、そしてソードのナイトです。はい、気をつけることや対策がソードエース逆とペンタクルスの2の逆とオラクルは皇帝です。素晴らしい。はい、前回のね3ヶ月分の流れでやっぱり自分の癖をね自分で外していく覚悟が必要だよっていう話をさせていただいたんですけど、なんか良かったです。それを聞いてどう感じられたかわからないですが、今すごく自分の力が出てきてるって感じがするので、これはとても素晴らしいことですね。こんな風にいつも思うんですけど、タロットリーディングってね絶対そうなるよっていうのではなく、そのリーディングの結果を聞いてご自身がどう感じたかとかどう行動するかによって全然現実って変わりますから、いつも何か私はいつも皆さんの意識をピコンって目覚めさせたいというか、自分の思考癖とかネガティブに陥っていたものから真実に目覚める思考になってほしいなと思っていつもやってるんですけども、この4月9日からの流れ1ヶ月だけで見てもすごくいい切り替えができたみたいですね。その前も言いましたけど、そのいろんな情報をもらったりとか、自分の精神というものが落ち着く、自分の居場所が落ち着く、家の中かもしれないし、自分の精神かもしれないし、自分の今後の方向性かもしれないんですけど、何かそういうのが非常に落ち着いて、自分らしい生き方、自分らしい在り方っていうものがちゃんとできてくるねみたいな感じがあります。またはまだ自分はそこまでちゃんと自分らしさを確立してませんっていう方も大丈夫です。この動きを通してこれが出てくるっていうことなので、とってもねたとえ未経験だろうと、たとえ若かろうと全然ダメだって自分のことを思っていたとしても、その中にある自分のいろんな親から受け継いでいる DNA だったりとか、何か先祖から受け継いでいるものだったりとか、引き継いできたものみたいな何かが目覚めて、本当の強さっていうものが出てこようとしてるよって感じがあるので、とてもたくましい安心して見ていられるようなカードです。そして出だしはですね、この4月9日あたりっていうのは、普通に見ても日食はちょっとねエネルギーが強いからバイタリティ低下してる方も多いんですけども、下手に動くというよりはしっかり考えて動こうみたいな感じがあり、水亀座の皆さんこれうまいことやってるなって感じがします。うまく自分のバイタリティを調整している、変に無茶をするとか出し渋るとかもなく、ちゃんとやることはやるし、無理なく過ごしてるしっていう形で、いい形で今全体を包まれてるなって感じがあります。でこのいい状態で自分がいるとなおさらいいことって起こってくるんですよね。今ちょっとぐらい無理して未来のために頑張るとかではなく、今を目いっぱい感じきって心地いい状態でいると、そこから自然と次に流れていくので、それが起こってる感じがするんですね。でとても今まだそんなにいい流れに乗ってる気がしませんという方は、できるだけ今のこの状態で心地いい自分を思い出すとか豊かさを思い出すというふうにしていただくと、次の扉がポーンと出てきます。でこれはワンドの8ということで、もう状況が急に動き出すっていう流れがありまして、実際には遠くに行くとかどこかまで足を伸ばすっていう方もいらっしゃると思いますし、星で見ても今動きやすい時、移動しやすい時なので、そういうのももちろんいいですし、そうじゃなかったとしても何か自分の意思と関係ないところで状況が急に動き始めたっていう感じで、例えば家の中のことや職場の環境もそうだし、何か外側のね世界が急に動き始めたぞっていう感じに思うかもしれません。誰か今まで気にかけていた、気に病んでいたことが急に動き出して好転する、この不安だったことがいい風に変わっていくっていうことがありそうなんですね。
よかったですよね。でもそれなぜそうなるのかって言ったら、やっぱりご自身がいい状態で自分を保っているっていうのもすごく大事みたいです。世の中このエネルギーっていうかね、この現実っていろんな層があって、どこに自分が焦点を合わせますかっていう時に、あまりにも自分をネガティブなところに落としすぎると、どうしても辛い現実や辛い未来しか想像できないっていうふうになるんですけども、意識的に自分をいい状態に保つようにすることによって、解決策いくらでもあるとか、次の道がいくらでも見えてくるっていう風になり、その状態でいることによって一番ベストな状況に物事が流れていく、そのみんなの意識で現実を作っていくということができるので、なんかそれが起こっているような感じがします。そしてすごく意気揚々とね、新しい価値っていうものを自分で掴んでいってるなっていう風に出てます。いいですね、これね。で、4月の20日以降っていうのは、その状態をゆっくりと味わってください。そのまま突き進んでいくというよりもゆっくりと味わう。そして4月の21日のね、その何か超えていくっていうのも、なんか別に自分が何かことを起こしたからとか、これをしたからこうっていうことではないところで起こっているので、ゆっくり休むことによって状況が整えられるとか、本当にゆっくり眠ることによって何かの啓示を受けたりとか、自分の状況は自分がどうすべきかがはっきり分かるっていう形があります。なので周りの状況は流れてるんだけど、ご自身は焦って動いていないっていう状況ですね。そして4月の25日までは彗星の逆行があるので、勘違いとか起こりやすいよって前の動画で言ったんですけど、あんまりそれも影響してないみたいで、しっかりと自分を保ってるって感じがします。そしてちょっとね、それでもゆっくり休むのも必要だよっていうふうに言われているので、もしも物事が急に変更になったりとか、想定外のことが起こったとしたら、それはとってもいいお知らせだと思って、じゃあ立ち止まってみようと。そのまま押し切るっていうのではなく、ちょっと立ち止まってみようと、ゆっくり状況を見てみましょうと。それの物事が何か一つ違う形になったけど、代わりに何か良くなってることはないですかみたいな形で、必ずニコイチで何か黒と白のね、条件があるよっていうふうに言われてるんですね。だから一瞬何か自分の中であれって想定外のことが起こったとか、ちょっと想像と違うみたいなことがあったとしても、その中で必ず物事のいい面や悪い面、気づくべきだった面、そして自分が手放すべきだったことみたいなのも分かるし、そのことによってまた新しい未来を描いていけるようになるよっていうふうに出ているので、そういうものがもし何かあったらね、じゃあちょっと立ち止まってみようと、まずはちょっとゆっくり美味しいものでも食べてみましょうかぐらいの余裕で見てください。で、そうすることではっきりと答えが出たら、それに対して積極的に対処していく。積極的に対処していくというふうに出ています。で、それもなんか怒りに任せて走っていくとか、がむしゃらに行くとかではなく、しっかりと自分の中に喜びを見出して、それをする価値というものを見出して、一生懸命突き進んでいくっていうふうに出ているので、いいですよね。これなんか5月のこのいいエネルギーがもう早く来てるんですかって感じがしますよね。いい。なので、気をつけることとして言うと、ソードのエースの逆とペンタクスの2の逆が出ているので、常にね、体調もだし気分も状況っていうのは変わっていくけれども、自分が、主体性を持って進んでくださいと。自分がどうしたいかという自分の、積極的なね、姿勢、主体性を持って物事を判断し、意見を言っていってくださいと。そうすることによってものすごくうまく回るっていう感じが出ているので、これとてもいいですね。前回の思い癖があって運勢に任せないっていうところから、すごく自分が主体性を持ってやっていってうまくいってるよって感じが出てるので、もうなんか大成功、それだけで大成功っていう感じがします。ちょっと一応セラピーカード見てみようかな。いいスタートが切れてそうですよね、4月ね。はい。でも気をつけることは、死の誘惑というカードが出てて、これはね、自分を殺さないでくださいっていうカードですね。自分をないものとして抑えて他者を優先させたりとか、本当の自分っていうものをなくしてこの場に合わせようっていうふうにはしないでくださいっていうふうに言われています。せっかく状況がいい形で動いてるし、自分が主体性を持って何かを大事にしていくよっていうことができるタイミングですからね。
変に自分を隠さなくていいっていうことですね。どうしたらいいのって言ったら、いや、そのままのあなたで、そのままの真実の自分で歩んでいけばいいんですよっていうふうに出ていますので、はい、そうしてください。そうすることによって得られるものは、水亀座の皆さん得られるものは、インスピレーションということでね、さらにうまく軽やかに飛んでいく方法とか進んでいく方法、アイディアが出てくるよっていうふうに言われてます。そして最後はみんなで楽しくジョイということで楽しんでるカードが出ていますね。はい、とてもいい感じでしたね。この途中で出てくる何か予定変更だったりとか、思わぬことがもしあったらね、こんなことがあったよとかコメントで教えていただけると嬉しいですし、また今この4月9日以降ね、どんな自分の強さっていうものを自覚したいのかっていうのももう宣言していただいてもいいですしね、コメントで。最後に1枚だけちょっとオラクルカード引かせてください。水亀座の皆さんね、なんだろう、はい、いいですね。深みから上がってくるよっていう感じのカードが出ています。このカードじっと見て、ご自身が受け取れるメッセージがあったらそれも受け取ってみてください。重要なメッセージだと思います、それはね。どんなメッセージを受け取ったのかもまた教えていただけると嬉しいですし、私が思うにはやっぱり何かね、困難さっていうものをやっと手放して、自分が深いところから明るいところに向かってね、歩いてきてるよっていう感じがしました。いいですね。これはやっぱりこの自分の強さっていうものをね、しっかりと自覚するからこそできることだと思うので、こんな感じでぜひね、楽しくステップを踏んで歩いていってください。次回はまた4月の末ぐらいに5月のものをアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。